はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。3月は星が結構動きますので、その占星術の星の解説は別動画にまとめさせていただきました。まだご覧になってない方はぜひそちらをご覧になってからこの動画に帰ってきてください。その方が運勢をね活かしやすいかと思います。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスのページ、ソードの7逆、ソードの6、ペンタクルスの4逆、ワンド3逆、カップの5ですね。そしてカップの7の逆、気をつけること対策がワンドのナイト逆とワンドの5の逆と、オラクルはお月さんです。そうですか。前回のね動画でも言ったように、この3月の頭っていうのは前半っていうのは結構こう日常生活をきちんとこなしていこうみたいな感じなんですね。ただ義務を果たすっていうのももちろんできるんですけれども、おそらく自分自身を癒すっていう、自分を整えるっていう風に意識していただくと一番この流れ活かしやすいんじゃないかなと思います。そして、3月2日からねこう金星が逆行する件に関しては、金星っていうのは愛情とか社交性とか豊かさとか美しさっていうものなんですけど、それが特に天秤座の皆さんはこのパートナーシップのところに入っているので、こうパートナーとの関係において誤解が生まれないようにしてもらいたいんですが、相手を誤解するっていうのはこちらが相手を誤解するっていうこともありますし、そっちの方が多いと思うんですね。他者に誤解されるというよりは、自分がどう相手を誤解して見てるかっていうのに気をつける方が有益だと思うので、私は自分のこと信じてなかったなとか、自分が相手を信じてるかどうかっていうものを意識していただくといいと思います。やっぱ信じるってすごいエネルギーですから、疑われるより信じる方がよっぽどうまくいきますもんね。なのでそんな風に意識してみてください。ただ逆行してるから悪いというわけではなくて、やっぱりご縁は起こりやすい時なんですね。誰かとの関係がつながりやすいとか、うまくいきやすい、関わりやすいからこそ、関わる機会が多ければ多いほどもちろん誤解を受ける機会だって増えるわけなので、どちらもあるけど他者との関係っていうのは比較的活性している時期ということになります。これは3月の後半になるともっと活性してきますから、今のうちに自分を癒しておく、自分を整えておくっていうのがいいような気がします。特にね3月14日月食なので、月食のあたりってすごくなんか体調がおかしいなみたいに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それだけ今自分の体を整えておく時なんだと思ってゆっくりお過ごしください。でカードで見た時にやっぱりオラクルがお月さんっていうのは、お月さんっていうのはまさに見えない自分の体調とか精神的なものとか感情的なものとかリンパとか血液とかそういったこう見えない流れ、自律神経とかそういったものも司るので、何かそこがクローズアップしてるよってことなんですね。ですから何か例えばですけど、検査をしてもあまりはっきりと結果が出ないとか、あからさまな病気とかじゃないけどなんとなく体がだるいなみたいな、そんな風に感じる方もいらっしゃるかもしれません。そしてちょっと後で補足しますが、入り口がペンタクスのページなので、何かをきっちりとこなしていこう、ちゃんと技術を身につけようとか、ちゃんと覚えておこうとか、何かそういうきちんとしたエネルギーで対処したいと思ってらっしゃるみたいなんですね。何かここに至るまでの間にもちろんここでソードの6っていうのも出ているので、自体は前に比べると良くなっている、例えば症状も良くなっているとかもそうだし、仕事のやりやすさもだいぶ慣れてきたよとかもあるかもしれないし、人間関係に関しても前よりはいいっていうのはあると思うんですけど、何かご自身の中でこれだけは絶対になくしたくないんだと思っていたものを、そのこだわりをちょっともう置いとこうかなって、今はもうそれ置いといてこっちをやろうかなみたいに思ってることがあるのかなと思うんですね。でそのために知識を整理したりとか、技術を身につけたりとか、今の自分に必要なものをちゃんと取り入れていこうとしてるって感じがします。そしてなんか要するに絶対これやりたいんだっていう思いがあったとしたら、それに携わってる時で本当に幸せだし楽しいんですけども、それをあえてちょっと置いとくことによって、そこにできたスペースで自分が
何かをやろうとしてるってことですね。勉強したり何か今のうちに整えておこうみたいな感じがあります。そしてお仕事というかそのエネルギー、そうやって調整することが未来につながってるよって言われてるんですね。これはワンドの3で将来に向かってのエネルギーとして有効的に使えますよというふうに出ています。ただ感情的にはカップの5だったりカップの7の逆っていうのが出ていて、要するに本当に自分がやりたいことと携わりたいこととはちょっと違うことをやるがゆえに気持ちそこまで盛り上がってないっていうのもあるかもしれません。なんだか今は仕方なくこれをやりましょうみたいな感じ。でもそんなもんですよね。例えばですけど、何か資格試験を取るっていうことに関しても資格試験を取った後にやることが本番であって、資格試験の勉強自体が楽しいわけじゃないので、でも今天秤座の皆さんはこれからの未来に向かって自分に必要な何かを整理しよう、何かをちゃんと身につけようと思ってらっしゃるみたいなので、そのこと自体はそんなに面白くないかもしれない。でもそれをやることって実はいろんな可能性があるよなっていうのは自分の中でも分かっているっていう感じで出ています。でその可能性の中でいろいろ見えてる可能性の中でこれ今はこのためにやるんだなっていうことで一つはっきりと見えなかったものがはっきりとするよっていうふうに言われてるんですね。ですからなんとなくエネルギーとしては自分を癒す整えるっていうエネルギーが強くて、でなおかつオラクルカードもお月さんなのであえてなんか物事をはっきりさせなくてもちゃんと進んでいってますよっていうメッセージなんですけれども、その中でも何もかもが全てわからないわけじゃなく、いろんなちょっと曖昧なことはたくさんあるけれども、その中で一つ自分の中ではっきりとこれだなっていう何か答えは得られるよっていうふうに出てるんですね。でまた対策のところではワンドのナイトとかワンドの5の逆っていうのが出ているので、あれもこれもいっぺんにっていうのはなかなか難しいですし、本当はそういう気持ちでっていうか、本当にやりたいことに向かっていきたい、燃えたいっていうのかな、情熱を燃やしたいっていう感じがあるかもしれないんですけど、今はそこまで燃やすっていう感じのタイミングではないってことなんですよ。今は受け取って癒してくださいみたいな、癒されてくださいっていう感じのエネルギーなので、ぜひそうしてみてください。ですのでもしその自分の感覚があんまり楽しくないなとか、今までみたいに盛り上がらないなと思ったとしても、その状態の中で癒されてることがあるっていうふうに思ってくださいね。でそれによって結果的には整うわけですからね。ちょっとこれ踏まえた上でお仕事見てみましょうか。お仕事ね。ソード10の逆、カップナイトの逆ですね。逆うちはどっちでもいいです、見てもらえなくても。あとカップの10っていうのも出ています。なので非常に仕事に関してはクリエイティブなエネルギーがあります。だけどそのクリエイティブさ、自分の中から生まれてくるクリエイティブさを前面に出しますかって言ったら出すのが怖いって感じがしますね。オラクルのこのお月さんもですね、このデッキに関しては非常に面白いザリガニのようなものを持っている絵が描かれてるんですけど、何かはっきりさせようとすると噛まれるんじゃないかとか、要するに何かはっきりさせようとして、目立った行動を取ると何かヤジが飛んでくるんじゃないかみたいな、そういった恐れがあるのかなって感じがするんですね。ですからお仕事って見た時にすごいクリエイティブなエネルギーあるんだけど、それを出すのがちょっと心配みたいな感じもあり、出すことによってものすごい責任が課せられたら嫌だなとか、誰かに何か批判されたら嫌だなみたいな感じの思いがあるみたいなんですね。だけど実際は非常に恵まれてますよとか、非常に成功するよみたいな感じがあるので、自分が出せた分だけ形になるって感じなんでしょうね、きっと。ちょっとなんとなく分かりましたかね。人間関係も見させてください。人間関係、ワンドの2、ソード3、カップの、ページということで、すごくものすごく大きな流れで言うと、この一昨年ぐらいからかな、自分を
表現するとか自分に許可を出すとか思い切ってチャレンジするみたいな、そういったものにものすごい潜在的な力がこう注がれてるわけなんですね。ですから自分の人生を信じれば信じるほど自分の力っていうのはこう出てくるんですね。でさっきのお仕事のとこでもすごいクリエイティブなこう出てこようとしてるエネルギーがあるんだけど、それを全部出したらまずいんだみたいな感じもあったり、少し前に自分が今はちょっと一時的にこれを置いといてこの時だけこれをしようって思ってることに携わってるがゆえに、なんか本領発揮できてないもどかしさみたいなのがある感じがするんですけど、でも、今はそのクリエイティブなエネルギーなんだけど、形作ってとか表現作ってとか現実を作るというよりは癒されてくださいってエネルギーの方が強いので、あえてそういうふうに出てるんだろうなと思うんですよね。で人間関係っていうので見てもやっぱり進めていきたい、超えていきたいっていう思いもあるし、優しさを思い出したいとか誰かに優しくしてあげたいみたいな思いもあるんだけど、なんだかやっぱり傷つくのが怖いみたいな感じも出てたりするんですね。ですのでやっぱり何かをする上で不安が全くないってことは基本できてないと思うんですよね。不安はあるけどやってみる、恐れはあるけど喜びの方にかけてみるみたいな感じだと思うので、人間関係に関しても怖いんだけど行くか行かないかどうしよう、進むか進まないかどうしようって言ったら進むんでしょうねって感じがします。怖いけど進む、なぜならばそこに喜びの可能性があるからって感じがしました。どうですか？何か分かりましたって、通じましたよっていう方、ぜひいいねボタンやコメントやチャンネル登録で教えてください。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。天秤座さん、これかな。はい、このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもぜひ自分の直感でメッセージ受け取ってみてください。いいですね。なんかこう深みから上がってくるっていう感じで、困難さを手放しますよっていう感じのカードが出てます。これもなんかちょっと似たような感じなんですよね。こう大変な状況から自分がこう上がってきてる、癒されているっていう感じです。癒されてください。はい、ということでここまでにしておきます。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。